引き続きパムスさんにお邪魔してます。バイクの方の Z の、紹介をしていただきたいと思います。娘の丸です。同い年の子たちよりは詳しいと思います。これでねじこって腰上のとこだけやったりとか。いつもお世話になっております。JMC の鈴木です。はい、今回は引き続きパムスさんにお邪魔してます。吉岡さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。前回は車の方の Z ですね。フェアレディ Z の紹介をいただいたんですけど、今回は本業である川崎、いわゆるバイクの方の Z の、紹介をしていただきたいと思います。はい。パムスさんは、川崎の空冷 Z の専門店、創業はいつですか？1995年ですね。だからもう26年目です。なぜこの Z のいわゆる専門店になるんですか？これがですね、僕はもともと四輪の方が本当は、それまで仕事だったんですけども、で逆にこの空冷 Z っていうのは趣味だったんです。でお店を開けた時はですね、実は空冷川崎 Z だけではなくて、ホンダも、スズキも、各メーカー取り扱ってたんですけども、やっぱりどうしてもこれが好きで、気がついたらやっぱり好きなものがずっと集まってしまって、こればっかりやることになりました。趣味が高じて、そのまま専門店になった。そうです、そうです、本当に。もうおかげさまで、好きなもので、ご飯食べさせていただいてます。今、だいぶ旧車、車もバイクもなんですけど、何かその人気の移り変わりってあります？ですね、ちょうど車の Z もバイクの Z も年代的にはちょうどオーバーラップする年代のものなんですけども、やっぱり今の、バイクとか車にはない面白みはあって、ちょうど日本がイケイケだった時代に、その70年代に一番を目指すとっていうところで作ったっていう部分では、車の Z もバイクの Z も共通してて、メーカーの人が一生懸命、作ったっていうのが、テイストに出て、それが長きにわたり愛されてるのかなと思いますね。空冷 Z のこの魅力って何ですか？魅力ですか？魅力はいっぱいあるんですけど、やっぱりそのノーマルのまま、乗るもよしで、もともと 900cc という排気量がありますから、干潮であればそのままでも十分楽しめるんですが、やはりもともと国内仕様は7班だったんですが、これが、いじる気になると 1200cc とか、そこまでいじれるだけの、キャパシティがエンジンに持たされてた。やっぱりこれはL 型の車の Z と、共通してまして、余裕が持たされて作られてたエンジンっていう意味では、いじりがいもありますし、自分の好きな色に染めていけるっていう、面白さはありますね。なるほど。なんかちょっとカスタムに対して懐がある。懐、そうですね。車もバイクも好きなんですね。そうかもしれないです。今回はショップも、ご紹介させてもらおうと思うんですけど、実は吉岡さんの娘さんに、紹介していただくということになりますので。娘の丸です。ちょっとショップの中を、丸に紹介してもらおうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご職業は？芸能活動の方をさせていただいてます。Z には詳しいですか？詳しい。でもちょっと詳しい。そうですね。一般の今まだ19歳で、同い年の子たちよりは絶対に詳しい。詳しいと思います。パムさんは何をされてますか？基本的にもう販売はしてないんですけど、チューニングだったりとか、メンテナンスが多いですね。あとは設計だったりとかパーツの開発、今回の L 型みたいな感じでが多いですよね。どういった部品今販売されてますか？そうですね、割とハードパーツが多くて、ピストンだったりとか、今開発中といえばカムシャフトだったりとか、割とそういうエンジン系のパーツ、バルブとかバルブスプリングですね、そういうものが多くなってます。パムさんやっぱ特徴は部品の設計開発して
かついろいろこうテストすごいされてますよね。私見てても。テストはしますね。相当テストされてるなと思って。石橋は叩いて割るぐらいなんで、本当に、まあやりすぎてなかなかこう日の目を見れないパーツも多いぐらいで、はい。でもやっぱり危ないので。危ないんで。ということで、後ろにこう、ダイナモ装置。はい、そうですね。仮想の状態というか、まあ道を走らなくても、この上で300キロとか出せますんで。でデータをきっちり取って、はい、やってます。っていう意味で安全性も含めて、すごく力を入れてるなっていうのは、非常に感じます。はい、この部屋は？この部屋はエンジンルームになってます。エンジンをこうチューニングする部屋、組み立てたりとかチューニングしたりする部屋になってますね。ここに子供の頃から遊んでたって。もうずっとそうですね。実際これちょっとエンジンとか見せてもらっていいですか？はい、もちろん。専用カバーを、はい、こんな感じを常に見ていたって。そうですね。もうちっちゃい時からもう同じ目線の時から見てますね。じゃあ組んだり手伝ったりもするんですか？これしてました。今もたまに洗浄したりとかそうです、洗ったりしてましたね。でここでチューニングしたり、メンテナンスしたり、ちょうどカモンシャフトですね、これね。開発中のもう Z のエンジンであれば、ほぼほぼ一から作れますよ。そうですね。ここにずっと子供の時からいたと。子供の時からこれでネジこうやって腰上のとこだけやったりとか。腰、なかなかあまり腰上っていう用語もなかなか出てこないんで。ものづくり女子だね。結構好きですね。もうちっちゃい時から物作ったりとか、物直すのとかも得意な方ですね。JMC は多分また違ったものづくり感で、機械加工とか鋳造とかあるんで、よかったらぜひ見に来てください。はい。ということで、かなりやっぱりああやって見ると、メンテナンスとかエンジンの開発に力を入れてるのが結構わかるんですけど、この先はどんなことを考えられてるんですか？例えば今だったら、随分長いこと耐久テストをやってるんですけど、カムシャフトだったりとか、あとはですね、実はこのシリンダーヘッド、ずっと僕ら考えてたら、これ本家本元の川中さんが作ってきちゃったんです。そうですね、出ましたね。いや、ありがたいことに作っていただいたんですよ。もし、できることなら、当然川崎さんはノーマルを作ってきてるんで、チューニングバージョンのヘッドなんかができたら面白いなとは思いますけれども、かなり僕らにとってハードルの高い、そうですね。プロジェクトになるんで、なかなか難しいんですけども。そこは我々が鋳造。そうです。鋳造って結構ね、パッとできないので、そこは我々にそうですね、ご期待いただければと思いますけど。なのでちょうどヘッドにしても全部純正品出てきたんで、それに合わせてまたやり方と同じように。そうですね。またちょっと楽しみの世界が広がっていったらそれでいいのかなと思います。ぜひ今後ともご期待いただければと思います。期待してます。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。